ホテルリソル京都河原町三条。ホテルのイベントで舞妓さんと記念撮影。ユキヒョウの旅。4泊5日の京都旅行4泊目はホテルリソル京都河原町三条です。今回は株主優待券を使って京都市内の3つのリソルグループのホテルに宿泊します。同じくらいの料金になるように他のホテルにはオプションをつけて全てのホテルの宿泊料金が朝食付きで1万4000円台になるようにしました。また9月のイベントでは3つのホテル全てで舞妓さんのイベントがありました。舞妓さんの舞を見た後で撮影会に参加しました。ホテルのイベントについては概要欄に公式サイトのリンクを貼ります。ただし三条のホテルではサイトに記載はありませんでしたが舞妓さんイベントはありました。宿泊前にホテルにイベント状況を確認することをお勧めします。ホテルに到着。概要欄のチャプターリストもご活用ください。アクセス。ホテルの最寄り駅は三泉山駅あり、とても便利です。地下鉄東西線京都市役所前駅から徒歩6分。京阪本線三条駅から徒歩5分。阪急京都線京都河原町駅から徒歩6分です。京都駅からは地下鉄烏丸線と地下鉄東西線を乗り継いで京都市役所前駅で下車するのが便利です。京都駅から烏丸御池駅で乗り換えて17分で到着できます。ホテルの立地は徒歩で出かけるのには最適な場所にあります。ポント町や鴨川の遊歩道へは徒歩数分。知恩院や八坂神社などがある祇園エリアも徒歩圏です。また外国人に人気の錦も市場徒歩圏にあります。もちろんバスや電車の有効活用もできます。大きな通りに面しており飲食店ドラッグストアもありユニクロはホテルの前にあります。何か足りないものがあるときにもすぐに買い物ができる商店街も近いです。ホテルは10階建てです。周りがにぎやかなので夜は騒音があるかと思いましたが室内は静かでした。チェックイン。リソルホテル京都四条室町を出て河原町三条に11時ごろ到着。ホテルの入り口は横道を入った奥にあります。ホテルリソル河原町三条は老舗醤油商坪屋の問屋跡地に立っています。坪屋を京都での定宿としていた幕末明治の偉人後藤象二郎のギャラリーがホテルの1階にあります。醤油樽も置いてありますね。さらっと一周。後でゆっくり見ました。ロビーという感じではなく細長い廊下です。旅行客のスーツケースがずらりと並んでいます。荷物を預けました。
この日は台風15号の影響で昨夜から朝まで雨でした。このホテルに着いた頃、雨が上がったので徒歩でホテルから祇園エリアに出かけました。所要時間は休憩も含めて3時間半です。知恩院は広いので山門と本堂あたりを見ただけですが、徒歩でこれだけ回れるのは本当に便利です。お昼を挟んで一日見て回るのであれば、八坂の塔や三寧坂、清水寺までも歩けます。徒歩で散策から帰ってきて3時頃に本チェックイン。アメニティはエレベーター前の棚から持参します。夜に見たら空っぽになっていました。多分フロントの人に言えば補充してもらえると思います。アメニティで良かったものはヘアバンド、バスソルと足指に挟むやつ、クールシートです。化粧水筒だけでなくヘアミルクもありました。奥には憩いのスペースがあります。飲み物コーナー、電子レンジもあります。コインランドリーは地下1階にあります。今回はコンセプトフロアなごみの部屋に泊まるプランです。リファのビューティーシャワーやヘアドライヤーが標準装備です。まさにこの部屋でした。部屋は5階です。こちらが女子に人気のコンセプトルームです。靴を脱いで上がるタイプです。一人で泊まりますがダブルベッドです。小さいテーブルと椅子が一つ。デスクの下に椅子はないので部屋の椅子はこの1個です。コンパクトな部屋です。ピンクと白のしましまの障子を開けるとユニクロが見えます。ベッドサイドにおしゃれな電灯と電源があります。丸見えなので閉めておこう。デスクに鏡、電話、時計など。その下の引き出しには他のリソルホテルにもあった観光雑誌。リファのドライヤー3種類。パジャマ。セパレートタイプ。コンセプトルームにしか置かれていないジュエリートレイ。旅行中になくすとショックが大きいので、つけっぱなしのピアスしかつけません。デスク上の電源を充電基地にしました。このホテルにも抹茶セットがありました。京都のリソルグループのホテルでは抹茶は標準装備なのでしょうか。下にはポットと冷蔵庫。ペットボトルの水が2本置いてあり、冷蔵庫に入れました。空気清浄機。早速抹茶をいただきます。抹茶がいつもあると嬉しいです。来年、また優待券が届いたら、京都に来ようと思います。どこからか小鳥のさえずり。初期を目で美味しくいただきましょう。ハンガーはテレビの横。
消臭スプレーもあります。スリッパ、バスルーム、シャンプー、コンディショナー、ボディーソーク、ハンドソークがあります。リファのシャワーは水流弱めにしたのですが3段階ありました。台風はもう関東に行ったみたい。そろそろ舞妓さんイベントの時間です。舞妓さんイベント、9月のホテルリソル京都河原町三条では火曜と金曜に16時50分からエレベーター前で舞妓イベントがありました。祇園コータ、舞妓さんは2曲踊り、その後で舞妓さんと一緒に撮影ができます。かんざし、帯、着物、帯留め、どれも豪華でした。朝食ブッフェ、この日は早朝、伏見稲荷大社に行ってきました。朝6時半に伏見稲荷大社に着きましたが、もうたくさんの人がいました。伏見稲荷からホテルに戻って9時に朝食です。朝食会場はホテル地下1階にあるイタリア式食堂いるキャンティです。朝食時間は7時から10時ですが受付は9時半までです。リソルホテル京都四条室町も同じお店いるキャンティでした。でも四条のお店にはあった選べるサンドイッチは三条のお店にはありませんでした。もしサンドイッチがあったら、市場で食べたバインミー以外を頼もうと思っていたので、ちょっと残念。感覚種、ソーセージ、ベーコン、フライドポテト、スクランブルエッグ、キャンティドレッシングとコーンドレッシング、レタス、クルート、フライドオニオン、ショートパスタサラダ、ナスビの煮浸し、サラダ各種、サラダチキン、キノコソテー、じゃがいも、わかめ、アジのエスカペッシュ、生ハム、モルタデッタハム、マリネサーモン、スープ、雑穀米と白米、雑穀米は健康と美容にいいのよね。お味噌汁、納豆とお漬物、朝から飲み放題のワイン、焼き魚、サバかな、だし巻き卵ときんぴらごぼう、自分で茹でる出来たてスパゲティ、デトックスウォーターと各種ジュース、スムージー、牛乳、マンダリンオレンジ、アップル、グレープフルーツ、アイスコーヒー、温かい飲み物も各種あります。ポルペッティーニのトマト煮込み、オレンジ、グレープフルーツ、ブルーベリー、マンゴー、パウンドケーキ、ヨーグルト、シリアル、クレームブリュレ、一口ずつ全部持ってきました。あ、
スパゲティを持ってくるのを忘れていました。ワイングラスは小さめです。朝ごはんが9時ですが、12時に鴨川納涼床のランチも予約しています。今日は京都最終日。ランチを食べたら大阪に向かい、その後東京に戻ります。チェックアウト。晴天。今日も暑そう。お世話になりました。リソル会員なので、チェックアウトは12時。11時40分ごろ、部屋を出ました。京都にあるリソルホテル3軒に連続で宿泊しましたが、どのホテルも良かったです。トリニティは大浴場があるのが良かった。四条は静かで落ち着いた雰囲気がとても良かった。三条はとにかく立地が抜群だった。通りに出るまでのホテル専用の小道。お土産を買いにホテルから近い新京極商店街に向かいます。ホテル前の通りの一本奥の通りです。正面はユニクロ。隣はドラッグストア。ナイキショップ。信号を渡る。右にくら寿司。新京極商店街。到着。手作り八つ橋のお店。八つ橋屋西おためただ商店。ここで作ったりするのかな。生八つ橋を買いに来ました。昔ながらの職人の手作りの八つ橋です。試食もいただきました。次に来た時は初日に買って毎日食べよう。リソルホテルにまた抹茶があったら、この八つ橋をおもかしにしよう。あとはカニ侍でランチを食べて京都を出ます。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。